もし自分の父が謎の死を遂げたらあなたはどんな行動をとりますか？ 2009 年6月25日、アメリカカリフォルニア州、ある一人の男が心停止、呼吸停止状態に陥っているとレスキュー隊に通報が。13時14分、カリフォルニア大学ロサンゼルス校附属病院へ救急搬送され、すぐさま蘇生活動を開始。実に42分もの間、医師たちによる懸命な処置が行われるも、14時26分に死亡が確認されました。彼の死因は麻酔剤の過剰摂取が原因の心不全でした。彼の死は瞬く間にニュースになり、全世界に衝撃が駆け巡ります。この亡くなった男こそ、全世界に知られる大スター、マイケル・ジャクソン。彼の娘であるパリス・ジャクソンさんはこう語ります。父の死を願っていた人は大勢いる。そして具体的な人物名を口に出そうとしたその時、彼女は口を閉ざしたんです。キングオブポップマイケル・ジャクソンの謎多き死。彼の娘パリス・ジャクソンは一体何を語ろうとしたのか。世界中の人々が注目する大スターの死の真相とは。ケンちゃんです。おソースにしなさいよ。やみやみこです。というわけでですね、本日はね、大スター、世界のもう大スター、キングオブポップ、マイケル・ジャクソンの死についてなんです。もうこれはね、めちゃくちゃ諸説ね、言われているね、話なんですけれども。マイケル・ジャクソンといえばね、もう別に説明不要でね、もう有名なんで、亡くなってからね、10年以上は経ってるんですけれども、彼の曲はね、やっぱ不朽の名作ということでね、いろんな場所でね、流れてるんで、曲をね、知ってるメタラの皆さんもね、多いんじゃないですかね。ダークネスでもね、流れてるから。あ、そうなんだ。ポーしか知らないんじゃないもしかして。まずはね、マイケルがどれだけすごいアーティストだったのかを見ていきたいと思います。マイケル・ジャクソンの誕生。遡ること63年ほど前の1958年、アメリカ合衆国インディアナ州ゲイリーのアフリカ系アメリカ人街。この地に住む家族の10人兄弟の六男としてマイケル・ジャクソンは誕生しました。父親のジョセフはクレーン操縦士で、母親のキャサリンはデパートのパートタイマー。生活は貧しかったのですが、家族で肩を寄せ合って暮らしていました。そんなマイケルが音楽活動を始めたのは5歳の頃。実は父ジョセフがバンドをやっており、その影響もあってかマイケルの上の兄弟3人と音楽グループを結成し、地元で活動していたんです。このグループに母キャサリンから、この子も歌が上手いのよという推薦で5歳のマイケルがメンバー入りしました。この兄弟ユニットは後にジャクソン5と名乗り、ニューヨークのアポロシアターに出演して経験を積むんです。そしてマイケルが11歳の時にシングル I Want You Back でメジャーデビューを果たすんです。可愛らしさあふれるマイケルの歌声が話題となり、シングルは全米チャートで見事1位を獲得。瞬く間に全米で人気を博すようになるんです。特にリードボーカルだったマイケルの人気は凄まじく、14歳でソロデビュー、作曲家やプロデューサーとしての才能を遺憾なく発揮したんです。ここまでの出来事が全部10代なんでしょ。すごすぎない？いやもうすごいっすよ。僕10代の頃、高校の昼休み、コンビニのベンチで空見ておかかおにぎり食ってましたよ。鼻水垂らしなさいよ。そしてマイケルが24歳の時、あの大ヒット作が誕生するんです。それはアルバムスリラー。このアルバムの表題曲スリラーを世界に知らしめたのは画期的なミュージックビデオ。なんと通常の予算の10倍に当たる50万ドルをかけて、それまでになかったショートムービー仕立ての作品にしたんです。その甲斐あってか、このアルバムのこれまでの売り上げはなんと6500万枚。史上最も売れたアルバムとして約40年経った今でも記録は抜かれていないんです。このアルバムにより世界的スターとしての地位を確立したマイケル。その後もバーやスムースクリミナルやブラック・オー・ホワイトなどのヒット曲を連発するんです。俺の発音うぜだろ。全世界で3億枚以上の音楽作品を売り上げ、さらにはグラミー賞をはじめとした音楽賞も数多く獲得したんです。その数は合計でなんと750以上。史上最も多くの賞を受賞したアーティストとしてギネス世界記録にも認定されているんです。そんな彼のことを人々はいつしかこう呼ぶんです。キングオブポップと。彼はアメリカどころかもう世界中に影響を与えてるわよ。そうなんですよ。もうね、歌だけじゃなくてね、ダンスも一流なんですよね。もうムーンウォークといえばね、みんなもね知ってるんじゃないですか。世界一のねエンターテイナーとね称される彼なんですが、それをね象徴するように彼の家もすごいんです。マイケルは1988年に豪邸を建設。その名もネバーランド。怖えな、なんか怖えな。カリフォルニア州に3800万ドルをかけて建設されました。このネバーランド、ただの金持ちの豪邸ではありませんでした。ペットなどの動物を飼う動物園やプライベート遊園地が併設され、観覧車やジェットコースターなどのアトラクションがありました。極めつけは敷地内にネバーランドバレー鉄道という鉄道があり、蒸気機関車が走っていたんです。なんと母の名前を付けたキャサリン駅なども存在していたという
いうんです。動物園に遊園地ってもうこれ、家っていうより街じゃないこれもう。いや、ほんとすごいっすよね。そしてね、このネバーランドっていう名前ね、皆さんわかりますよね。ピーターパンがね、有名なんですよね。そんなね、名前の付け方してたんですけど、一体なぜっていうところで、実はマイケル・ジャクソンはね、ピーターパン症候群っていうね、謎の病気にかかっていたと言われているんです。ピーターパン症候群？わかんないですよね。そんな皆さんのためにメトラキーワード。ピーターパン症候群とは、大人の年齢に達しているが、精神的には大人になれない男性のこと。1983年にアメリカ合衆国の心理学者ダン・カイリーが提唱したパーソナリティ障害の一種とされているんです。はあ、なるほどね。ピーターパンみたいに一生大人になりたくないっていうことね、これね。わからんでもないっすよ。やっぱ子供の時楽しいじゃないですか。なんかちょっと戻りたい時はふとあるわ。でもなんかさ、悲しい話っすよね。昔に戻りたいみたいな。今を楽しめ。その特徴の一つとして女性との会話が苦手という点が挙げられます。自分が子供であるがゆえ理想の女性はピーターパンのウェンディのような母性の強い女性であることがほとんど。そのため恋愛に発展しにくく結婚して家庭を築くことも困難。よほど積極的または放任主義の女性でないと難しいんです。実際マイケルは生涯2度結婚しているんですがどちらともスピード離婚しています。発症の原因として近親者による過保護への依存やマザコンの延長、幼少期に受けた虐待のストレスや社会的な束縛感、孤立感、劣等感からの逃避願望などが挙げられるんです。マイケルの場合5歳から芸能活動を始めていたため一般的な子供と比べて遊ぶこともできず束縛感や孤独感もあったことでしょう。それに加え父のジョセフは歌のレッスンと称して子供たちに虐待していたという噂もあるんです。子供時代からもうずーっと仕事ってさ、精神的に結構きついんじゃないの？労働時間がね、子供の時からずっと積み重なってるわけですよ。もう遊んだりとかさ、そういうことが全然できなかったわけですよ。そしてマイケルは成功した後も様々な困難に見舞われてしまうんです。実はマイケル、過去のある事故から薬物が必要不可欠な体になってしまったんです。それはスリラー発売から約1年後の1984年、マイケルが25歳の時のこと。ある CM の撮影中、炎が上がる演出があったんですが、タイミングのミスで、なんとその炎がマイケルの髪の毛に引火したんです。素早い消火活動により一命は取り留めたものの、頭部に大やけどを負ってしまいます。この事故が原因で整形を繰り返すことになってしまったんです。そしてもう一つ後遺症が残りました。それは薬物中毒。やけどによる痛みに耐えるため鎮痛剤を打っていたんですが、そのせいで鎮痛剤中毒になってしまったんです。マイケルは亡くなるまでの25年間薬物なしでは生きていけない体になってしまいました。ちなみに世間では整形だけではなく元は黒人なのに肌が白くなっていると話題になっていました。これは尋常性白斑という肌が白くなる病気にかかっていたからだと晩年に判明しています。いろんなものに苦しめられてさ、もう病気と薬物にも苦しめられてる人生だったってことね、これ。当時ね、マイケルはね、整形マニアだったとか、白人に憧れたからこう肌を白く整形したとかね、根も葉もない噂がね、こういろいろ言われていてね、広がってしまってたんですよね。そんな世間からの声をね、受けて作品を作るっていうのはね、なかなかね、精神的にきついものがあったんじゃないですかね。そんなマイケル、50歳というね、若さで亡くなってしまったんです。その死因とは一体何だったんでしょうか？マイケルの死因。マイケルは自宅で心停止、呼吸停止状態に陥り、その後病院に搬送され、懸命の救助活動も虚しく、帰らぬ人になってしまいました。しかし、マイケルはなぜ心停止になったのか。それはマイケルの主治医によるある一つのミスだったんです。2009年当時、不眠症に悩まされていたマイケルは主治医に、お願いだ、プロポフォールを投与してくれ、と何度も要求しました。プロポフォールとは全身麻酔や鎮痛剤に用いられる化合物のことで、投与すると脳の活動を休める効果があるんです。これまでは一般的な抗うつ剤や睡眠薬を服用しながら眠りについていました。しかしこの頃にはこれらの薬では眠ることができなくなっていたんです。主治医はそんな不眠で苦しむマイケルの要望に応えプロポフォールを投与。これによりマイケルはようやく眠りにつくことができるようになったんです。6月25日、この日主治医はいつものようにプロポフォールをマイケルに投与。マイケルが眠りについたことを確認しトイレに行きます。そして主治医がマイケルの元へ戻ってくると驚きの光景が。なんと主治医がトイレに行った2分の間にマイケルの呼吸が停止していたんです。そのままマイケルは帰らぬ人になってしまったんです。たった2分離れてただけで死んじゃうとか、そんなことあんの？でも実はですね、このプロポフォールっていうのはね、かなり危険な薬物なんです。検視の結果、マイケルの死因はやはりプロポフォールの過剰摂取。先にお伝えしたんですが、プロポフォールは全身麻酔に使用するような麻酔剤。呼吸抑制作用があるため、使用には様々な条件があるんです。設備の整った環境であること、麻酔専門医による適切な用法であること、そして常時監視の下で使用すること。そう、プロポフォールの投与中は患者の呼吸状態を常に監視することが義務付けられているんです。それにもか
かかわらず、元主治医はプロポフォールを投与した直後にトイレに行ったんです。ロサンゼルス市警察は主治医を重過失致死の容疑で逮捕。裁判の結果、過失致死罪で禁錮4年の有罪判決が下されたんです。ってことはこれも元主治医の方の責任になっちゃうんじゃないのこれ。このね、マイケルの死因はね、プロポフォール中毒っていうのは間違いないんですけれど、それに加えてね、この元主治医にはね、ある謎があったんです。警察の捜査により、この主治医の意外な過去が明らかになりました。なんと、多額の借金があることが発覚したんです。その額はなんと77万ドル、当時日本円にして7000万円ほど。この元主治医、実はラスベガスの診療所を経営していたんですが、経営難になり2009年1月から債権者に返済を迫られていたんです。そんなさなか彼はマイケルと出会い、ラスベガスの診療所を畳み、月15万ドルで主治医になりました。しかし2ヶ月も経たないうちにマイケルは死亡してしまうんです。さらにマイケルの周囲の人間はこの主治医がなぜ雇われたのか誰も分かっていませんでした。マイケルのプロモーターグループである AEG ライブは自分たちの反対を押し切ってマイケルが雇ったと主張。それに対しマイケルの遺族は主治医として的確であるかを確認もせずに AEG ライブが雇ったと主張し、意見が真っ向から対立のみならず、遺族は AEG ライブに対してこの人物を主治医にふさわしいか確かめることなく雇用し、マイケルを死に至らしめたとして裁判を起こしたほど。しかし結局どんな経緯で主治医になったのかは不明のままなんです。借金を返すために主治医になったとしたら、マイケルのね、プロポフォールをね、投与しろみたいなね、そういう要求にね、応えざるを得なかったかもしれないっていうのはね、まあ一理あるっちゃあるんですよね。借金返せなくなったら元も子もないもんね。ただマイケルの周りに起こった不審な点はこれだけではないんです。そしてそれが一体何を意味していくのか。マイケルの死の真相とは。マイケルの死は主治医による過失だったというだけでは納得できない問題もあるんです。実はマイケルだけではなく、彼の周囲の人間までも不自然に亡くなっているんです。まず一人はカメラマンのジョン・ウィルコック。彼はマイケルが亡くなる前にすでに死亡しています。実はマイケルは生前、母キャサリンに対して僕は殺されるかもしれないと話していたんですが、ジョンはその様子を撮影していたんです。そしてもう一人はマイケルの弁護士、ピーター・ロペス。彼はマイケルの死の真相を突き止めようとするんですが、拳銃で自殺してしまうんです。しかしその時に使われたとされる拳銃は遺体の周辺からは発見されませんでした。にもかかわらず警察はピーターの死を自殺として処理したんです。この2人の死はマイケルの死と何らかの関係性があるのか。まさかの暗殺ってこと。マイケルはね、もう世界的なもう大スターですからね、どこ歩いててもね、マイケル・ジャクソンだってわかるわけじゃないですか。だからもう下手にね、外も行けないし、なんか隠れて生活してたとしても、マイケルの資産とか含めて狙うようなね、やつがいたかもしれないですよね。実際ね、マイケルは生前ね、誰かに命を狙われて殺されるかもしれないって訴えていたっていうね、話もあるんですよね。マイケルの死後8年経った2017年、娘のパリスさんがアメリカの雑誌ローリングストーンのロングインタビューで父マイケルの死について触れています。パリスさんは幼い頃、生前のマイケルがいつかあいつらに殺されると怯えている姿を見ていたというんです。そして彼女はマイケルの死を仕組まれたものだとして父の死を願っていた人は大勢いると述べました。彼女はこの時特定の人物名を挙げようとしたところを思いとどまったというんです。パリスさんはこのマイケルの死を正しい手続きで公平な裁きで解決すると語っています。マイケルの死の真相が娘であるパリスさんの手によって明かされる日が来るんでしょうか。大スターでありながら不可解な死を遂げたマイケルに対して今でも様々な陰謀論が唱え続けられています。しかし事実がどうであれ、マイケルの楽曲の素晴らしさが色あせることはないんです。メトラの皆さんはこのマイケルの死の真相どう思いますか？